それにしてもここは随分と科学技術が発達した国なのだな。プラネテューノの技術はゲーム業界一だからね。ねえねえ、ミリアサちゃんの国はどんなところなの？ブリテンだっけ？ああ、魔法の力が豊富な島国だ。この国ほど科学技術は発展していないがな。今祖国は内乱に加え海を隔てた向こうにある別大陸の外敵から侵略を受けているのだ。なんか思った以上に大変なことになってるんだ。国内では派閥同士の争いだけでなく、エクスカリバーによって王の器を測る体制に対する反発から。ねえ、またそうやってブリテン用語ばかり話してるとネプトゥーヌが混乱するんじゃない？いやいや、私の読解力をなめてもらっちゃ困るよ。フューリーから妖精をパージして塔がバルスってことだよね。ほら見なさい。すまない。そうだな、わかりやすく言うならば、とにかくそこら辺を歩いていると半裸の女が出てくる。それがブリテンだ。誤解を招くような言い方をしないでちょうだい。そういえばちいかまちゃんも露出度高いし、ブリテンってば R18 のアイランドなの？違う、ブリテンはそんなエクスタシスな場所じゃないわよ。そうか？しかし一国の守護を司る女神がところ構わず半裸で戦っているのだから、ここも大して違いはないな。そこそこ長いシリーズの中でもあえて今まで触れてなかったところを。私もうす気づいてはいたけど、この世界ではレオタードが普通なんだと思い込んでたけど、やっぱり突っ込んでもよかったんだ。まあ別にそれでも良いではないか。露出が高ければ私もみんなも喜ぶ。それがジャスティストレインネプテューヌだ。何それ？意味はよくわかんないけど、氷季節されると妙な説得力を感じるよ。この間半裸の話をしていた時にも思ったのだが、ネプテューヌよ、お主はどうして女神になったのだ？半裸と女神を結びつけるのやめなさいよ。どうしてって、私は生まれた時から女神だよ。なんと赤子の頃からあのようなピチピチスーツを。赤子っていうか、私は物心ついた時から今と同じ見た目だったような。でもネプギアはちょっと小さかったような。私たちは国のみんなの信仰心、シェアエネルギーの力で生み出されてるから、普通の人とはちょっと違うんだよね。女神とは資質を問われるのではなく、女神という存在そのものなのだな。それじゃあ逆に質問なんだけど、ミリアサちゃんはいつからアーサーやってるの？生まれながらにしてと言いたいところだが、アーサー王候補になったのはこのエクスカリバーを抜いてからだ。これはただの武器ではない、王の器を持つ者を選別するための剣なのだ。簡単に言うと、この剣がこう地面や岩に刺さっているとして、見事抜くことができた者だけが王になるための資格を得られるというものだ。おお、勇者の剣みたいな感じなんだね。だがエクスカリバーに選ばれず反乱分子となった者たちもいる。3人、いや違った、11人の支配者と呼ばれる者たちだ。剣が抜けないのと強さは別だ。奴らは強い、それだけではない。様々な派閥のアーサー同士も政権を争い戦っているのだ。味方同士で戦っちゃってるの？シェア争いみたいな感じ？女神のシェアは一つではなかろう。王になれるのはただ一人だけだからな。その上、以前にも言ったように外敵と呼ばれる者の襲撃もあって、ブリテンは混迷を極めているのだ。私は争いがしたいわけではない。しかし対等な力を持っておらねば会話もままならぬ。私自らが真の王となって皆を導き平和を作る。そのためにエクスカリバーを手にしたのだ。いいお話だけれど、それだけじゃないわよね。ああ、そりゃアーサー王になったら可愛い子にモテるどころか合法的に囲い放題、めで放
からな。それに可愛い女の子がいっぱいのイベントにも参加し放題だし、反乱の騎士たちも作り放題。反乱分子の女の子たちも派閥のアーサーたちもみんな私の嫁になればブリテンに真の平和が。アーサー、そこのアーサいや冗談に決まっているであろう。時には冗談も言える。それが王の器だ。今日は晩ご飯抜き、器でも食ってろ。今日の夕飯は寿司だと言っていたのに兵糧攻めとは。まったくいたいけな暴君だ。おいちいかま、機嫌を直してくれ。シリに敷かれてる。でもちいかまちゃんはミリアサちゃんラブなんだね。ミリアサちゃんならこの調子でハーレム王国を作っちゃいそうな気もするな。